もしあなたの心に今でも消えない人がいるとしたら、それは相手を愛しているのではなく、記憶の中の彼女を愛しているのかもしれません。誰かを思い出すたびに胸が締め付けられる。あの瞬間だけは本当に永遠だった気がする。でもその永遠はどこかで止まったままなのではないでしょうか。こんにちは。精神科医のドクター・レイです。今日の処方映画は新海誠監督の名作秒速 5cm。この作品は愛し続けることよりも愛を手放すことの痛みと美しさを描いた物語です。もしあなたが忘れられない恋や心に残る誰かにとらわれているなら、きっと今日の話はあなた自身の心を映す鏡になると思います。本日は第1章で秒速 5cm というタイトルが象徴する心理的意味、第2章で理想化と投影という恋愛心理のメカニズム、第3章で幻想が壊れる瞬間とその後に訪れる成熟について、そして最後にあなた自身の中の記憶の恋を癒すワークを行います。愛はなぜいつも手に入らない形をしているのか、その答えを少しずつ紐解いていきましょう。第1章、秒速 5cm、離れていく心の速さ。桜の花びらが地面に落ちる速さ、それが秒速 5cm。この速さは人の心が離れていく速度でもあります。どれほど大切に思っても、どれほど祈っても、人の心は少しずつ確実に別の時間を歩み始める。物語の中で高木とあかりはまだ子供でした。でもその距離はすでに大人の痛みをはらんでいました。会いたいのに会えない。伝えたいのに届かない。この距離の痛みは心理学的に言えば対象喪失の始まりです。つまり心の中の相手と現実の相手がずれ始める瞬間。そしてそのずれを人は理想化で埋めようとします。理想化とは相手を完璧だと信じ込む心の防衛反応。それは孤独や不安を直視しないための心の魔法でもあります。けれど理想はいつか現実に壊される。この痛みが恋の終わりの始まりです。次の章ではこの理想化がなぜ起きるのか、そしてなぜ人は手に入らない恋に惹かれるのかを掘り下げていきましょう。第2章、理想化と投影。記憶の中の恋が生まれる瞬間。恋の初期には誰もが相手を理想化します。心理学でいう投影同一化。自分の中にある欠けた部分を無意識に相手へ映し出すのです。例えば、優しくて自分を理解してくれる人を好きになる人は、本当は自分を許したい、理解されたいという願いを持っていることが多い。つまり恋をしているようで、実は自分自身を取り戻そうとしているのです。高木があかりを追い続けたのは、彼女が完璧だったからではありません。彼の中であかりは孤独の象徴だった。人は触れられない存在にこそ自分の最も深い孤独を投影します。手に入らない恋ほど美しく、そして残酷に記憶の中で輝く。でもその輝きは現実の関係ではなく、心の中の映画に過ぎません。そして現実が理想を追い越したとき、恋は静かに壊れていくのです。次の章ではその壊れる瞬間とそこに宿る癒しについてお話しします。第3章、幻想が壊れた瞬間。愛の終わりと再生。大人になった高木は、あの冬の駅に置いてきた時間をずっと生きています。けれど再会の瞬間、彼は悟ります。もう彼女はいない。それでも彼は微笑みました。なぜなら、その瞬間、幻想が壊れたから。
愛していたのは彼女ではなく、彼女を通して見ていた自分の夢だったと気づいたからです。心理学ではこれを投影の回収と呼びます。自分の中にあった幻想を再び自分の手に取り戻すこと。恋が終わるとき、私たちは何かを失うように感じます。でも実は自分を取り戻しているのです。恋が壊れた後に訪れる静けさ、それは心が再び現実と調和し始める大人のかもしれません。次に私たちはどうすればこの理想の恋を終わらせ、現実の愛へと歩き出せるのでしょうか。第4章、理想化の終わり、大人になるということ。恋が終わる瞬間とは、相手が変わった時ではありません。自分の理想が壊れた時です。心理学ではこれを脱価値化と呼びます。理想が壊れる瞬間、人は深い喪失感を覚えます。でもその痛みこそが本当の愛への入り口なんです。理想の相手ではなく、現実の人を愛せるようになったとき、人はようやく大人になるのです。恋の中で見つけた理想を相手の中ではなく、自分の中に育て直す。それが成熟した愛の形です。ここまで長くお付き合いいただきありがとうございます。知識を知識で終わらせないために、少しだけご自身の心を覗いてみましょう。あなたの心の中にも、まだ桜の花びらのように待っている記憶の恋はありますか？その人を思い出したとき、どんな感情が浮かびますか？懐かしさ？痛み？それとも優しさ？その感情の中に、本当は自分が欲しかったものが隠れているかもしれません。ぜひコメント欄で、あなたの花びらを1枚、そっと置いていってください。これまで見てきたように、秒速 5cm は理想化された恋と現実の自分の狭間で揺れる物語でした。愛とは誰かを完璧に思い続けることではなく、不完全なまま受け入れる勇気を持つこと。記憶は捨てるものではなく、位置を変えるものです。花びらが落ちても春はまた訪れる。だからあなたの心にもきっと新しい季節が来ます。今日の処方映画は新海誠監督の秒速 5cm でした。この作品は理想と現実の間で生きる私たち全員へのラブレターです。もし今日のお話があなたの心のどこかに響いたら、チャンネル登録と高評価で次の処方を受け取りに来てくださいね。あなたの夜にも優しい風が吹きますように。